こんにちは、望月です。物価高、インフレ、年金不安。最近はこういう言葉を見るだけで少し気持ちが重くなりますよね。でも我が家の家計簿を見てみると、赤字の原因は物価高そのものとは少し違っていました。今回は64歳無職の我が家で、物価高がどのように影響しているのか、家計簿を使って見ていきます。またどんな対策をしているのか、これもお話ししたいと思います。では支出を3つに分けて見ていきます。1つ目は通常支出。食費、日用品、水道光熱費、通信費、管理費、駐車場代など、毎月の暮らしに継続的に出ていくお金です。2つ目は税金や社会保険料。住民税、健康保険料、介護保険料、国民年金の任意加入分などです。3つ目は突発的な支出。大型の白物家電、車検、旅行、リフォームなどです。全部を一緒に見てしまうと、物価高で苦しいのか、税金や保険料で苦しいのか、突発支出で苦しいのか分かりにくくなります。ここからは日々の暮らしにかかる通常支出を中心に確認していきます。リタイアした2022年から現在までの通常支出を確認しました。1年目は月平均でおよそ21万円、2年目は24万円、3年目21万円、4年目も21万円。これを見ると年によって増減はありますが、通常支出合計としては4年前の2022年とほぼ変化ありません。食費や日用品、水道光熱費は日々の生活の中でもじわじわ上がっている感覚があります。ただ家計簿で見てみるとさほど増えていませんでした。2022年と現在を比べると、食品日用品は月平均で8000円増、率にすると 12% 増加。しかしそれ以外の水道光熱費や通信費、嗜好品、交際費などはマイナス、つまり2022年よりも減っていて、通常支出合計では月平均でマイナス2000円、年間換算では2万3000円の支出減。この数字をどう見るかは家庭によって違うと思います。我が家の家計簿の結果としてはこれが事実です。やはり大事なのは、なんとなく苦しくなった気がするで終わらせないことです。世の中の物価上昇率を見ることも大事ですが、それ以上に大切なのは我が家の支出上昇率を見ることだと思います。うちの場合、通常支出合計はほぼ増えていませんでした。
つまり通常支出で家計が崩れたわけではありませんでした。家計簿を見返してみると、我が家にも赤字の月はあります。特にリタイア後、最初の2年は赤字の連続でした。ただ、その原因を確認すると、毎月の生活費が増えたというより、別の支出が大きく影響していました。例えば、テレビや洗濯機の買い替え、車検や台所のリフォーム、そして最も大きいのは退職直後の住民税や健康保険料です。こうした支出は金額が大きいので、その月だけを見ると家計が一気に悪化したように見えます。でもそれをすべて物価高で生活が苦しくなったと考えてしまうと、少し違う気がします。赤字にも種類がありますよね。物価高による影響なのか、突発支出によるものなのか、制度上の負担による赤字なのか。ここを分けてみるだけで家計の見え方はかなり変わります。通常支出がどれぐらい増えたのか、赤字の原因は何だったのか、ここが見えると次に考えることも具体的になります。例えば、通常支出が4年前と月平均で1万円増えていたとします。その1万円を節約で吸収するのか、少しだけ働いて補うのか、配当金などを再投資に回さず現金収入で補うのか、さらに突発支出に備えて貯金もしておくのか。数字が見えると不安だったものが具体的な課題に変わります。逆に数字を見ないままだと、物価高という大きな言葉だけが残ってしまいます。物価高が怖い、年金生活が不安、老後資金が足りないかもしれない。そう感じることは誰にでもあります。でも実際に家計簿を見てみると、必要なのは月に数千円の見直しなのかもしれません。あるいは月に1万円、2万円の収入を補うことかもしれません。私は家計簿を節約のためだけでなく、次の行動のための道具だと思って、毎月コツコツと記入しながら支出の加減を考えています。インフレ対策というと、収入を増やす、節約する、投資をする。どうしてもお金の話になりがちです。でも私がリタイア生活を続ける中で感じているのは、お金を使わなくても満足できる時間を持っておくこと。これも大事だということです。カメラを持って散歩をする、家でご飯を作る、図書館を使う、ギターを弾く、動画を作る。こういう時間は大きなお金を使わなくても意外と満足感があります。もちろんギターもカメラも動画編集も突き詰めるとそれなりにお金はかかります。油断するとかなり危険です。ただ、何かを買ったり旅行しないと楽しめない暮らしより、日常の中に楽しみを見つけられる方が物価高には強いと思います。家計簿で数字を見ること、そ
そしてお金を使わなくても満たされる時間を持つこと。どちらも私にとっては大切な防衛策です。今回我が家の家計簿を見返してみて、インフレ・物価高はある程度家計に影響していると感じました。ただ漠然と不安に思っていたほど大きく崩れていたわけではありませんでした。赤字の月もありましたが、その原因は家電の買い替えや車検、退職後の税金や社会保険料など別の要因が大きかったと思います。もちろんこれはあくまで我が家のケースです。でも不安を感じた時こそ自分の数字を見ることが大切です。世の中の物価上昇率より我が家の支出上昇率、年金改定でも物価高で目減りだと漠然と考えない。中東情勢の影響もこれから出てくると思います。物価高を恐れすぎず、でも見ないふりもしない。だからこれからも私は家計簿を見ながら身の丈に合った暮らしを続けていきたいと思います。皆さんのご家庭では物価高の影響をどこで一番感じていますか？食費なのか、光熱費なのか、それとも税金や保険料なのか。よろしければ皆さんの実感や対策をコメントで教えてください。それぞれの暮らしの参考にできる場になれば嬉しいです。この動画が少しでも参考になりましたら、チャンネル登録、いいね、ハイプいただけると励みになります。このチャンネルでは定年退職・リタイア後のリアルなお金の話や暮らし、趣味のことなど、リタイア生活の様子を発信しています。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。小さな窓に朝が溢れ、急がない時計が静かに進む。派手じゃないけど